人をどれだけ動かして成果につなげられるかってことじゃないですか。経験値としては積めますし、視点も変わってくれば言葉の捉え方も変わっていきますよね。今回はモンジ社長がこれまで行ってきた人事戦略のところについてお伺いさせていただきたくて、どのような基準で管理職に昇格させるのかっていうところの見極めの基準を教えていただければと思います。で、まず最初になんですけど、管理職ってどういう人が向いてるとか向いてないとかあったりしますか？職種とかその会社のフェーズとかによっても求める要素って変わると思うんですけど、1つ目はお金のマネジメントで、2つ目は人のマネジメント。職種とか会社のフェーズとか価値観によってどこを重要視されてるかっていうのはそれぞれありますと思います。うちで言うとお金のマネジメント、売上とか利益とか指標系は仕組みでなんとかなると思っていて、うちの管理職に求めるのは人のマネジメント系なんですよね。現実問題はやっぱりやる気、行動力がある人、仕事の能力、地頭の良さよりも人格がいい人の方がいいです。人格がいい人だけど仕事できない、仕事できるけど人格が微妙だったら前者の人の方を上げると思う。それはなぜ人格がいい方を挙げるんですか？お金マネジメントか人マネジメントとして僕らは人マネジメントに重きを置いてます。人をどれだけ動かして成果につなげられるかってことじゃないですか。人を動かすにあたって本質的には頭の良さよりも人格の良さの方が動かせますよね。僕の方針的にもチャンスをいっぱいあげたいですし、社会一般からしたらちょっと微妙じゃないかって言われるような人でも良くなれるように雇用の機会も与えたいですし、雇っていく属性とかも考えていくと人格が整っている人の方がやる気を出してもらうように働きかけたりとか、その人を信頼してるし好きだしとか、心を動かして現場のみんなが頑張って動いてくれるようにするためには人格がいい方が最も効果が出るなと思いますよね。論理的思考のところも大事かなと思ったりするんですけど、この辺ってモンジ社長はどうお考えですか？トレーニングで別に身につけられるじゃないですか。論理的思考は別に後天的でも学べると思うんですよ。人格って割と先天的なものがあるから、どっちの方が最初あった方がいいかって言われたら先天的に人格がいい方がいいですよね。ちょっとその人格がある人が大事っていうことだったと思うんですけど、具体的にそういう人ってどういう行動をしてたり、どういう発言を普段からされたりってみたいなのってありますか？細かい発言とか行動で言うんだったら、周りを気にしてますよね。よく気づきますよね。これはね、やっぱり一緒に働いてる人の話聞くと大体わかりますよね。お客様からの声、同僚とかの声、支店長とかがその人に対してどういう関わり方をしてるかとかを見ていくとわかるかな。同僚に聞くのが早いですね。それはやっぱ素が出る的なところですか？大変な時に人間って結構我が出るんですよ。自分の現場が早く終わりました。で、他の人がトラブルで遅れてます。助けに行ってあげるかあげないかは支店長とかの指示ですけど、そういうのはやっぱ気にしてる気にしてないとか、いや俺今日帰って用事があるから俺も絶対どこも行きません、帰りますよみたいな頭ごなし言っちゃうとか、そういう時にやっぱ我が出て、その我を周りは見てますよ。そういう人って管理職になっても活躍はできてたりしないもんなんですか？地頭がいいと短期的にはいろいろ仕組み作ったりとか動かして成果出たりするんですけど、話聞いていくとその働いてるメンバーが支店長だし能力があるから一応ついていってるというか働いてるけれども、人的には嫌いだなとかああいうとこ良くないなみたいなとかっていうのを出ますよね。従業員も言われたことやるけど必要以上にやらなくなるんですよ。支店のことを思ってこれやった方がいいんじゃないかとか言わなくなるし、支店のためにこういうことやろうとかっていうのをなんかアホらしくなってくるんですよね。採用も寄ってきますし、社内の雰囲気もそうなってくるし、そういう意味では人をうまく動かせてないんで、人が辞めたりとか採用できなかったりとか右肩下がりになってくるんですよね。人を動かすのがメインの業務ですって言ってるのに、人に興味がないやつってやばくないですか？人が嫌いとか、あんまり人と関わりたくないとか、人に興味ないとか、もう絶対プライベート触られたくないみたいな人は多分向かないですよね。人のマネジメントが最も大事な仕事だって言ってるんで、人に興味がないといけませんし、人とやっぱ喋ることが嫌いじゃダメだし、自分のプライベート触りたくないんだったら他人のプライベートも触りたくないと思うから、多分部下が結婚したとか、彼女できたとか、こんないいことあったとか、家族がこうでとかって絶対に喋るんですよ。興味ないんですよ。そこまで知る必要がないのかもしれないけど、従業員一人一人と向き合うとかっていうのができないじゃないですか。人の可能性として最大限に引き出すっていうことも無理ですよね。入社してから管理職になってこの人変わったなみたいな人とかって実際にいたりしましたか？成長したなっていうのはみんなそうですけどね。それどういう成長したなっていうの
ですか？周りとの関わり方が変わったりとか、視点が広くなりますよね。でそういう目線で見てると、言動とか行動とか変わってきますよね。例えば、メンバーの時は、このビルの1階ですと。地上にいると、大体せいぜい前を向いた時に、東京だったらすぐビルがあってとかあったらもう何十メートルしか視界がないじゃないですか。管理職になると、2階3階に登んなきゃいけないんで、もうちょっと広く見えるじゃないですか。成長するもそうですし、視線が上がるっていうのは要はそういうことを言ってるわけですね。管理職になって嫌でも登らなきゃいけないんで、まず最初に強制的に登ると。で、登った時にやっぱ見た時に、俺も現場やってた時は、この1階にいる人みたいに、あんな薄っぺらい壁を叩き割ることにすごいメンタル食らってたけど、上から見たら、ちょっとで破れるじゃん、みたいな。で、その破った先にもう100メートル進めるじゃんってのが分かるから、なんか関わり方とか考え方ちょっと大人になったりとか変わりますよね。で、あとはやっぱ自分でやればよかったところから、それを伝えて頑張ってもらわなきゃいけないんで、あ、俺が昔言われたんだってこういうことか、とかっていうのはやっぱすごい学ぶじゃないですか。そうするとより理解度が深まるんで、腑に落ちて教育するというか、でもっと分かるようになんとか伝えられないかなとかって思ってやりますよね。経験値としては積めますし、視点も変わってくれば、言葉の捉え方も変わっていきますよね。それって具体的にアプリでこういう取り組みをしてるとか、例えばですけど定期的に面談の機会を設けてるとか、そういう環境のところで何かしてるっていうのはありますか？引っ越しスタッフとかだと現場仕事なので、研修とか教育を受ける時間っていうのはやっぱ結構捻出するのは正直大変なんですよ。でも逆に管理職になると研修もそうですし、会議とかもそうですし、そういう考え方をどうするかとか、どう行動するかとか、そういうことを会話する時間っていうのはものすごく増えるんで、今の段階は管理職の方が学習に当てられようと思えば当てる時間が長いですね。会議という体だけど、今学ぶことっていっぱいあるじゃないですか。そういう機会は管理職の方が多いかもしれないですね。管理職になってでも成長できる環境はすごい整ってるって感じなんですね。むしろ本来は管理職になった方が成長できる環境は伸びしろから考えたらあると思いますね。ありがとうございます。管理職に昇格させる基準っていうところをちょっと改めて教えていただければと思います。人のマネジメント、採用育成とか、管理職に求めることの最も大きな要素っていうのはそこなので、必要な要素としては人格っていうものをやっぱ求めますし、ポテンシャルっていうのをやっぱ基準にしてますので、それは前提でやる気、行動力がある人というものを見て選任してる基準ですね。割と管理職になっても、管理職じゃなくてもなんですけど、アップルさんでは成長する環境が整ってるってことですかね。そうですね。テクニカルなことって別に世の中ね、いろいろウェブでも溢れてますけど、非言語的なこととか、コミュニケーションとかって、やっぱり言語だけじゃちょっとなかなか学べなかったりすると思うので、あえて働いて、こういう職種で教科書というか、ウェブとかで学べないようなことを学べる機会だと思って捉えたらいっぱいあると思いますね。じゃあ興味がある方はぜひ、はい。って感じですよね。そうですね。はい。ぜひぜひ。今日もありがとうございました。アップル引っ越しセンターではホームページや SNS 等でいろんな情報を発信しております。やる気のある若い方はいつでも募集しておりますので、興味ありましたらご連絡いただけたら幸いです。また、この YouTube チャンネルでは研修、現場、対談、引っ越しの知識とかですね、社会人とかビジネスマンにとって役立ちそうな思考とか、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。この動画にもぜひいいねを押していただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。